こんにちは、みちです。あなたは、どんな朝を迎えていますか？爽やかな気分で一日を始め、仕事もプライベートも充実させたいと思いませんか？実は、たった3つのシンプルな習慣で、あなたの朝が劇的に変わる方法があるんです。これまで、朝がなかなかすっきりしない、やる気が出ない、そんな悩みを抱えていた方も、この動画を見れば、毎朝、爽やかな気分で一日を始められるようになりますよ。あなたの朝をポジティブに変える鍵、何だと思いますか？それは、光、動き、つながり、この3つの要素なんです。この鍵は、実は、3つの幸せホルモン、セロトニン、ドーパミン、オキシトシンを活性化させる鍵なんです。私たちの気持ちを大きく左右している、脳内で分泌される3つの重要な化学物質です。今日は、この3つの幸せホルモンと、その鍵の秘密をお話ししていきます。忙しい朝でも簡単に取り入れられる、科学的に実証された方法なので、ぜひ最後までご覧ください。一緒に最高の一日をスタートさせましょう。本題に入る前に、大事な事前知識から始めていきますね。人間の脳とネガティブバイアスとは、私たちはなぜか、ネガティブな考えに支配されやすいって知っていましたか？ネガティブは良くないでしょう。ポジティブじゃなくちゃね。って思いますよね。でも、私たちには、生存していくための本能というものが備わっています。脳がネガティブな情報に敏感に反応する特性を持っているんです。それを、ネガティブバイアス、と言います。例えば、危険を感じた時に、いても立ってもいられない、と反応する。まさにその瞬間、脳が全力で身を守るために戦うか逃げるかを即座に判断する、闘争本能、というものが発動しているんです。この反応のおかげで、私たち人間は生き延びてこられたんですね。ここで、はるか昔に遡って、想像してみましょう。原始時代、私たちの祖先は日々、生存の危機と向き合っていました。そんな時代を生き抜くために、脳は驚くべき能力を手に入れたんです。それが、ネガティブバイアスです。美しい花を見逃しても、また次のチャンスはあります。でも、猛獣の足跡を見逃せば、その代償は取り返しがつきません。そのため、私たちの脳は、ポジティブな情報より、ネガティブな情報に約3倍も敏感に反応するように設計されているんです。現代を生きる私たちの中にも、この本能はしっかりと残っています。例えば、10個の褒め言葉より、1つの批判が心に残る。素晴らしい成功体験より、小さな失敗が頭から離れない。つまり、ポジティブになれないのは、あなたの心がけの問題ではないんです。それは、私たちの命を守るために進化してきた、脳の究極の生存戦略なんです。また、私たちの脳には、デフォルトモードネットワーク、と呼ばれるシステムがあって、何もしていない時や、考えがふと浮かんでくる時に活発になります。このデフォルトモードが働くと、約 96% の考えが、無意識のうちにネガティブになりがちなんです。だから、人はネガティブに考えることが本能であり、いつでもポジティブに考えられるわけではないんです。これが、人間の脳がネガティブバイアスという特性を持っているというお話です。そうは言っても、できることなら自然にポジティブな気持ちでいたいですよね。今日は、自然にポジティブにいるために、光、動き、つながりを活用していく方法についてお話ししていきますね。でも、もう一つ、事前に知っておくといい意外な事実があるんです。次のセクションでは、私たちの多くが陥っている思考の罠についてお話ししたいと思います。言葉の感情メモリーループ。あなたは、ネガティブな考えが浮かんだとき、こんな風に自分を責めていませんか？また、マイナスなことばかり考えて、こんなネガティブじゃダメだ、ポジティブに考えなくちゃ。実は、この、ダメだ、という言葉こそが、あなたの脳を、さらなるネガティブスパイラルに導いているんです。ここで大切なのは、ネガティブな思考自体を、ダメだとジャッジしないことなんです。ネガティブに傾くのは自然なこと。むしろ、ネガティブはいけない、と言ったり、頭の中で思うことが、さらにネガティブさを強めてしまうんです。これは、絶大な力を持つ言葉の影響から来るものなんですが、言葉は脳内ホルモンにまで変化を起こすんです。あなたは、ネガティブな言葉を思い描いたとき、もしくは発したとき、脳の中で何が起きていると思いますか？スタンフォード大学の研究によると、私たちが言葉を発するとき、脳の中で大きな変化が起きるそうなんです。
1つ目は、言語野という部分の活性化。そして2つ目に、なんと視覚野も同時に活性化するんです。つまり、私たちが言葉を使うと、その言葉のイメージが勝手に脳内で作られているんです。そして、そのイメージを現実にしようと、脳はさらに働くんです。だから、ネガティブはダメだという言葉は、さらにネガティブさを強めてしまうんです。言葉は単なる音声ではないんですね。では、話を元に戻しましょう。ネガティブな考えが湧いてきた時についてでしたね。大切なのは、ネガティブな考えをダメだとジャッジしないということでした。そうすることで、さらにネガティブさを強めてしまうことを防ぐことができるんです。なので、ポジティブとネガティブは影と火のように、どちらも私たちにとって必要不可欠なものだと認識していきましょう。そして、うまくバランスを取ることで、心の健康が保たれていきます。こうして医療のバランスをとっていくことを大切にしながら、少しずつ意識的にポジティブな視点を増やしていきましょう。そして、ポジティブな部分を増やしていくためには、意識的に脳の化学バランスを整えていく必要があるんです。では、具体的にどうすればよいのか、ここからが本題です。次のセクションでは、冒頭にお話しした、あなたの朝をポジティブに変える鍵について、一つずつお話ししていきます。私たちの気持ちを大きく左右している、脳内で分泌される3つの重要な化学物質、セロトニン、ドーパミン、オキシトシンの1つ目、セロトニンから始めます。光とセロトニン。セロトニンは、私たちの気分を安定させ、幸福感をもたらす神経伝達物質です。ただ、セロトニンって意識的に増やせるものなのと思われませんか？実は、増やせるんです。ここで、特に注目したいのが、朝の光なんです。私たちの脳は、朝の光を浴びることで、セロトニンの分泌を活発に始めます。びっくりですよね。朝の光を浴びるだけですよ。どういうことと思われると思うので、具体的な数値でお話ししますね。セロトニンの分泌には、約2500ルクスの明るさが必要だと言われています。これは、晴れた日の外の光とほぼ同じ明るさです。比較してみましょう。一般的な室内照明、200から500ルクス。曇りの日の外、1000から2000ルクス。晴れた日の外、2000から1万ルクス。つまり、室内の照明だけでは、十分な明るさを得られないんです。ではどうすればよいのか、具体的な方法を5つのステップでご紹介します。ステップ1、起床時には朝日を浴びましょう。まずは、外に出なくても良いので、目覚めたらすぐにカーテンを開けましょう。できれば、ベッドの位置を窓際に移して、朝日を寝ながらにして感じられたら最高です。ステップ2、朝食は朝日の当たる場所でとりましょう。そして、食事の準備中も、できるだけ明るい場所で行動できるといいですね。また、15分程度、自然光の下で過ごす時間が持てたらとても効果的です。ステップ3、通勤されている人は、少し早めに家を出て、日を浴びながら歩く時間を持ちましょう。夏の時期を除いて、できるだけ日に当たる日向を選んで歩いてみてくださいね。ステップ4、昼休みの活用としては、天気の良い日は外で昼食をとったり、少しの時間でも外を散歩してみましょう。また、屋内から出れない時には、窓際で休憩を取るのがおすすめです。ステップ5、夜は、光と生活リズムの調整を意識してみてください。寝るまでの時間は、徐々に照明を暗めにしていき、寝る前の30分は、強い光を目に入れないようにすると、自然と眠りにつきやすくなります。そして、休日も平日と同じ時間に起きて、生活リズムを乱さないようにしましょう。この中で、特に重要なのが、起床後30分以内に光を浴びることです。この時間帯は、黄金の30分と呼ばれ、セロトニン分泌が最も活発になる時間です。光を意識的に取り入れることで、朝の目覚めが良くなる。気分が安定する。集中力が上がる。夜の睡眠の質が改善する。以上のような効果が期待できます。私たちの気分を安定させ、幸福感をもたらす、セロトニンと光の関係性はお分かりいただけたでしょうか？では、次に、やる気を起こすために必要な神経物質、ドーパミンについてお話ししていきます。動きとドーパミン。ドーパミンは、私たちのやる気と深く関係している神経伝達物質です。やる気スイッチとか、報酬系の神経伝達物質とも呼ばれています。目標を達成した時や、期待通りの結果が得られた時に分泌される物質です。意外と知られていないのが、軽い運動がドーパミンを増やす秘密の方法だということなんです。ドーパミンの分泌には、必ずしも激しい運動は必要ありません。むしろ、日常に少しずつ取り入れる運動が効果的なんです。
それでは、日常生活に組み込める具体的な運動プランを4つご紹介します。プラン1は、デスクワーク中の小休憩運動です。2時間に1回、たった5分のプランです。深呼吸、5回。肩を大きく回す。前後各10回。主のストレッチ、各方向10秒。手首と足首の回転、各10回。背伸び、20秒。これを1セットとして、1日4回程度をお勧めします。プラン2は、通勤、移動時の活用です。エレベーターではなく階段を使う。足を後ろに力強く、しっかりと伸ばして歩く。歩幅を普段より少し大きくする。腕を大きく振って歩く。かかとの上げ下げを意識する。プラン3は、家事の合間のエクササイズです。掃除機がけしながらスクワット。洗濯物を干しながらつま先立ち。料理の合間にその場足踏み。テレビを見ながらストレッチ。歯磨き中のバランス運動、片足立ち。プラン4は、就寝前のリラックス運動です。軽いヨガのポーズ、各15秒。全身ストレッチ、5分。腹式呼吸、3分。肩と首のマッサージ、2分。足首と手首の回転運動。最後に、この運動のキーポイント。無理はしない。呼吸を意識する。何より、楽しむこと。あなたの健康は、小さな一歩から始まります。今日お伝えしたプランは、決して難しいものではありません。日常のちょっとした工夫で、あなたの心と体に活力をもたらすことができるんです。ドーパミンは、単なるやる気以上の力を持っています。私たちの健康と幸福感を支える、とても大切な神経伝達物質なんです。幸せホルモン、3つのうちの2つについて、お話ししてきました。次に3つ目の幸せホルモン、人間関係や絆を深める、驚きの神経伝達物質についてお話ししていきますね。つながりとオキシトシン。では、愛情や信頼と深く関わる、オキシトシンの秘密に迫っていきましょう。心と体のメカニズムは、想像以上に奥深いんです。これは、信頼ホルモン、絆ホルモン、とも呼ばれ、人とのポジティブな関わりによって分泌が促進される物質です。興味深い研究結果があります。オキシトシンは、単に人と会話をすれば分泌されるわけではありません。相手との間に、信頼関係や心地よさを感じることが重要なんです。つまり、大勢の人と表面的な付き合いをするよりも、少数の人と質の高いコミュニケーションをとる方が、オキシトシンの分泌には効果的だということです。それでは、日常生活の中で実践できる、質の高いコミュニケーション方法を4つのシーンに分けてご紹介します。シーン1、朝のコミュニケーション。朝、こんなことを心がけてみてください。家族と挨拶するとき、目を合わせて、良い一日を、の一言を添えて、相手の様子にちょっとしたコメント。その日の予定を簡単に共有。たった1分で OK。簡単でしょ？シーン2、仕事、学校編。同僚や友人との関わりを少しだけ深くしてみませんか？具体的な感謝の言葉を伝える。話を聞くときは、体を向けて真剣に。相手の話に具体的な質問。小さな成功も一緒に喜ぶ。困っている人がいたら、真っ先に声をかける。シーン3、食事時間の魔法。食事は単なる栄養補給のための時間ではなく、コミュニケーションのチャンスです。できるだけ誰かと一緒に食事。その日の良かったことを一つ共有。相手の話に、うなずきや相槌を意識的に。食事の感想を具体的に。次の予定をワクワクしながら話し合う。シーン4、デジタル時代のコミュニケーション。オンラインでもオキシトシンは分泌できます。メッセージに絵文字を添えて、相手の投稿に具体的なコメント。定期的にビデオ通話。写真や動画で近況を共有。音声メッセージを活用。質にこだわる魔法の言葉。例えばこんな風に、一言加えるだけで、コミュニケーションの質は劇的に変わります。疲れてる？今日は大変な仕事があったって言ってたけど、どうだった？ありがとう。〇〇してくれて、すごく助かったよ。そうだね、確かに、その点は私も同感です。オキシトシンについては、さらに興味深い話があります。それは、オキシトシンが単に意識的な行動だけでなく、私たちの潜在意識にも大きな影響を与えているということです。潜在意識は、私たちの経験や記憶、感情を蓄積する深層心理ですよね。その潜在意識に対して、オキシトシンは次のような影響力を持っているんだそうです。1、信頼のプログラミング。質の高いコミュニケーションは、潜在意識に
安全やつながりのパターンを作り、繰り返される肯定的な状況から無意識の信頼回路を強くします。2、感情記憶の再構築。オキシトシンは過去のトラウマや否定的な記憶の再解釈を助けてくれます。また、新しい、より良い感情的な情報を潜在意識に送り届けてもくれるんです。3、自己イメージの再定義。続けられていくポジティブな人間関係が潜在意識の自己認識に徐々に変容をもたらします。自分は愛される存在、安全である、という深層心理の書き換えが起こります。これはもう、オキシトシンの魔法、と言っても良いですよね。心と心をつなぐコミュニケーション、今日から始めましょう。まとめ。今日お話しした方法は、すべて科学的な根拠に基づいています。でも、それ以上に大切なのは、これらが特別なことではなく、私たちの日常にすでにあることだということです。日々の生活の中のちょっとした行動が、私たちの心を育んでいることに気がつきましたか？それは、意識的にポジティブでいようだけでは変われない神経伝達物質が関係していました。つまり、私たちの心の状態は単なる意志や気持ちだけでなく、脳内の複雑な化学反応によって大きく影響を受けているんです。オキシトシンのような神経伝達物質をしっかりと増やしていくことで、意識と潜在意識の両方に働きかけることができるのです。そうすることは、自然とポジティブさを身につけることにつながっていきます。これは、単なる理論ではありません。具体的な行動によって、私たちの脳内の化学物質のバランスを変えることができるのです。明日から少しずつでも意識して実践してみてください。そして、変化を感じたら、ぜひ周りの人にも伝えてあげてください。私にもコメントで教えてくださったらとても嬉しいです。最後にもう一度、今日のポイントを整理します。朝の光でセロトニン分泌をアップ。軽い運動でドーパミン分泌を促進。質の高いコミュニケーションでオキシトシン分泌を増やす。あなたの毎日がこの光、動き、つながりでより明るく前向きなものになりますように。今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンをオンにして応援お願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。あなたの人生がますます素敵なものになりますように。